こういった広くですね、単独で柱があって、その上が建物あるという状況のところの建物、昔の建物はものすごく多いんですけれども、そういったところに最適な方法になっています。石山テクノ建設の安全・安心・快適耐震補強。こんにちは。石山テクノ建設工事部の石山良平です。本日は SRF 工法の柱の耐震補強を撮影していきたいと思います。SRF 工法のメリット。SR 工法なんですけれども、今回の場合はこの柱に巻いていくんですけれども、ポリエステルの繊維の帯状のものを接着剤と一緒に巻き付けていく方法なんですけれども、基本的には耐震補強というよりも芯を収める収芯という形でできている方法なんですけれども、こういった広くですね、単独で柱があって、その上が建物あるという状況のところの建物、昔の建物はものすごく多いんですけれども、そういったところに最適な方法になっています。この方法のメリットなんですけれども、作業スペースがね、見ていただいて分かると思うんですけども、1メーターぐらいあれば作業ができますので、例えば建物の中でも小スペースで作業ができるということと、一般の耐震補強と違いまして、物にもよるんですけれども、基本的に仕上げ剤、モルタルとかそのままの状態で施工ができるということで、工期の短縮にもなりますし、触る面積が少ないので、費用の圧縮にもなるという方法になっています。養生とケレン除去をします。一番初めの作業なんですと、床の方を養生してから、接着剤が落ちたりするのでね、ケレン除去というんですけれども、なるべくちょっとこの凹凸、出っ張りが特に良くないので、その部分を落とす作業をしています。下地の清掃をします。次、今度下地の清掃ですね。下地についてのホコリをね、しっかり落としてあります。そうでないと、接着剤がね、きっちりこの柱の方につかないので、きっちり清掃します。材料の説明です。SRF で使用するのは、これポリエステル製の帯状の材料になっているんですけれども、今回はこの幅が 100mm タイプの材料を使っていきます。これはちょっとね、厚みがね、2mm から 5mm まであるんですけど、今回は設計上、この 3mm タイプを2枚、6mm の厚みを細かくするっていう設計上で出ますので、この 3mm タイプを2層巻くっていう仕様になっています。みんなはこんな仕様な形なので、この帯のこの黄色の色とかでね、厚みの確認もできます。今回はこのタイプを使います。とっても丈夫です。この柱に接着剤を塗って、このポリエステルの材料、帯材を貼り付ける材料なんですけれども、それがこちらになります。SRF 一緒に。これはちょっとウレタン系の、接着剤で地液性となっています。0度以上で施工可能なので、他の樹脂とかのね、耐震補強工事とか、5度以下だと施工できないとかなるんですけども、こちらの方法は0度で以上であれば、施工できるというふうになっています。接着剤の計量について。SRF は接着剤の使う量をね、管理しなくちゃいけなくて、1平米に対して 0.8kg 以上接着剤を塗布しないといけないっていう規則がありますので、使う前にですね、この接着剤の重量を計量しています。また1層目が終わった後に重量をね、計量して、その差し引きで何キロ使ったかっていう数字を出して、それは規定量以上使えてるかどうかっていうのを判断します。接着剤を塗ります。樹脂の計量が終わったらね、この SRF29 接着剤、これを柱で串目号っていうね、節目のあるやつでね、使用して塗っていきます。貼り付けは上から貼っても下から貼ってもいいんですけども、今回はですね、上の方から巻き付けるので、接着剤は乾くとね、SRF のポリエステルの帯材にひっつかないので、乾くまでに使える量を塗布して巻き付けるっていうことで、今だいたいこのぐらいの高さで一回止めて、この後巻き付けていきます。SRF ベルトの螺旋巻き1層目の説明です。
巻き始めは一周一辺っていうのを取らないといけないので、まず一周回してもう一辺貼り付けてから螺旋状に降りていくっていう法則になってますので、これをきっちりまずやってやらないといけないので、螺旋巻きに関して言えば絶対にこれはやらないといけない重要なことになっています。ちょうど今この位置がちょうど一周回ってあと一辺つけるところですね。はい。一周辺終わってからの螺旋巻きをしてるんですけども、ポイントとしては帯をしっかり引っ張って角にめがけて貼っていくという形ですね。ちょうど引っ張りながらちょうどこの角に当てる。まっすぐ引っ張っていって、なるべく緩まないように貼っていくのと、ハンマーしっかり叩いていって引き付けるっていうポイントは、材料とこの下地が浮かないように貼っていく。万が一浮いた場合は釘で留めたりっていう形でちょっと取ります。巻き始めるとだいぶ早いですね。ただ柱巻きの中でも一番周りに壁もなくて障害物がないから、一番巻きやすい状況の柱になります。こんな柱も補強できるんです。スイッチボックスっていった電気の線があったりですね、これはちょっと抜けてるやらないといけないので、こういうのがあったり、あと壁があると壁を SRF 巻く箇所だけちょっと除去して、鉄筋だけ残ってるんでね、その間にちょっと埋めていかないといけないので、そうなってくると結構ちょっと作業効率はちょっと悪くなってくるんですけども、普通の在来工法の耐震補強に比べるとやっぱり後期は手間がかかっても大体2日ぐらいで耐震補強終わるので、仕上げ込みでも、早かったら 2,3 日、ちょっと大きいところになると、2週間ぐらいはかかるんですけど、大体それぐらいで収まるという形になります。一般のやつでしたら大体ね、2、3週、1ヶ月とか2ヶ月とかなるので、その辺で言うと工事も早いですし、音もほとんどないんで、叩いてる音はしてますけど、それぐらいで済むので、住まれてる方とか、あと事務所で営業されてる方とかね、そういう方にとっては仕事が早く終わるので、かなり業務の負担も少なかったり、生活の中でもしんどさとかは軽減されるかなと思います。螺旋巻き1層目の巻き終わりの説明です。巻き始めからずーっと螺旋巻きで最後一番下の方に来ました。これは一番上と一緒で、巻き始め一周一辺っていうのを下部も一緒で、最後の巻き終わり、最後一周これ回してあげて、ちょうど今一周回ってきて最後僕は一辺なんですけども、ここを貼り付けて、終わらないといけないっていう、基礎になってますので、ここをしっかり、ここもポイントになりますので、これでしっかり一周一辺を切って、でここで切断して終わりという形になりますので、ここ重要なことになります。螺旋巻き2層目の巻き方について。今これでね、1層目 SRL の巻き付けが完了しました。次もう1層巻くんですけども、工程は1層目と同じ工程で巻きます。2層目を巻き終わりました。こちらの方が SRL の2層巻きが終わった柱になります。完成はこんな感じですね。で、この後にこのままっていうわけにはいかないので、時間上もありますので、仕上げに関しては、例えば塗装も可能なんですけど、やっぱりこのゴツゴツ感が残ったりするので、モルタルで仕上げたり、あとは石膏ボード貼り付けて、あとグロス貼ってとか塗装で仕上げたりっていうパターンがあります。で、今回に関しては、ここはもうちょっと地下室になってますので、ビニール囲ってあげて仕上げるという形になります。仕上げは自由にある程度何でもいけます。
SRF 工法について詳しくは構造品質保証研究所のウェブサイトをご覧ください。SRF 工法に関してご質問などありましたら、コメント欄に書いていただいたら何でもお答えします。よろしくお願いします。